はい、消しゴムです。今日は普段僕がどのようにスケッチしているかをお伝えする動画になります。スケッチする題材をどこから集めているか、どんなペンを使っているか、またどんなスケッチブックを使用しているのかを全て紹介したいと思います。また実際にスケッチしている様子も最後の方にありますので、ぜひ見てください。それでは本日の動画スタートします。まず家でスケッチするときに欠かせないものを紹介。それはまずはコーヒーです。スケッチは長期戦になると集中力とか切れるので必要ですね。で、コーヒーの準備ができたらスケッチブックとペンを用意します。今回は青色のスケッチブックと青色のペンを使います。最近この色にめっちゃハマってます。青は目にいいって聞きますし、一石二鳥です。で、まずはペンの紹介。今回使用するペンはセントロペングラフィック 0.1mm の青ペンです。ちょっと言いづらいですね。これがでもマジで描きやすい。ペン先に力を加えてなくてもしっかり色が乗る感じです。気になった方は試してみてください。概要欄に Amazon のリンク貼っておきます。はい、次に紹介するのは青色のスケッチブック。こいつの名前は、ターレンス。これはメーカーかな。ターレンスアートクリエーションスケッチブックで、大きさは 13×21 センチ、ページ枚数は80枚とかなり多いです。値段は1100円。スケッチブックの相場がよくわかんないので何とも言えないんですが、めちゃめちゃ描きやすいし、裏写りもあんまりしないですね。これも概要欄に情報載ってきます。じゃあペンとスケッチブックの準備ができたので、次は描きたい建物の調べ方。僕は基本的に Pinterest というアプリと Instagram の両方を使って画像を検索します。補足ですけども、実際の建物、風景を目の前にして外で描くこともあります。ただ今回は家で描くので Pinterest と Instagram で画像を探します。今回描く絵はこの森の中に佇んでいるヨーロッパの建物にします。なんか少しスタジオジブリのトトロっぽい家ですね。赤っぽい屋根がその雰囲気を醸し出してるのかな。将来建てるであろう自分の家は日本建築っぽくしたいので、このような赤い屋根にはしないとは思いますが、別荘とか建てたらもしかしたらやるかも。ということで実際にこの建物を描いていこうと思います。今回は屋根から描いていきます。よく質問でどっから描いた方がいいですかとかインスタグラムとかで聞かれるんですけども、ぶっちゃけ自分が一番描くのが得意なところからどんどん描き進めていくのがいいと思います。それか各建物の特徴的なところから描くことをお勧めします。僕は中心から描くのが得意なんですけども、今回の建物は屋根が特徴的ですよね。この屋根の傾斜えぐくないですかね。改めて見るとやっぱこの建物の一番の特徴は屋根であることが分かりますので、今回はこの特徴的な屋根から描き始めました。皆さんも一番初めに描くときはその各対象物の特徴的なところから描くといいと思いますので、ぜひ実践してみてください。次に建物の後ろにある森の描き方ですが、これはリアルに描くのではなく、今描いてるように適当にシャカシャカって感じで描くといいですよ。なんかシャカシャカって説明になっていないですが、マジでシャカシャカって感じで書いているので言語ができないです。すいません。数字の3っていう字を反転させて書いたり、ギリシャ文字のイプシロンみたいな感じかなって言えばいいかな。ちょっと分かんないですが、言いたいのはこのスケッチのメインは中央にある建物なので、後ろの森たちはいわばモブキャラの存在ですね。なのでメインを目立たせるために適当に描こうっていうことですね。で、だいたい描き終わったら最後に影を斜線で描いて立体的に描いていきます。こんな感じで描くとものの10分ぐらいでこの建物はスケッチできます。ぜひ皆さん描いてみてください。今日は時間があるのでもう一つ描こうと思います。さっきのトトロっぽい屋根がすごいギュイーンとしてるものは Pinterest っていうもので画像検索したので、次は Instagram を利用して画像を探していきます。で、さっきヨーロッパっぽい建物だったので、今回は日本の建物を描こうと思います。検索欄に日本建築レトロとか入れていけばいろんな建物が出てきます。
で、良さそうな建物を見つけたので、この建物をスケッチしていこうと思います。先ほど言った通り、まずは建物の特徴的なところから描いていきます。この建物の特徴なところといえば、やっぱり中心にある看板ですね。しかもこの看板は縦に単純に長い長方形の形をしているので、とても描きやすいです。で、看板の中にある文字は本当に適当に書いちゃって問題ないですね。逆に適当に書くことで日常のスケッチ感が出ると思いますので。で、看板が描き終わったらバランスを見ながら建物側面部分を描いていきます。初心者の方は補助線を描くといいと思います。この建物はパース法と呼ばれるスケッチの技法を使っています。パース法については別の動画で紹介しようと思いますが、まだ出せていないです。先にパース法の動画出せよって話ですよね。まあでもググってみてください。ちなみに今回はパース法の中でも二点透視法と呼ばれる技法を使ってます。なのでね、ググるときは二点透視法で検索すると、僕より素晴らしいスケッチャーの方が解説していると思いますので、ぜひ見てください。そうこうしているうちに建物の2階部分は完成ですね。いい感じです。やっぱスケッチの楽しいところはだんだんと出来上がるところがいいですよね。スケッチのゴールは建物を描くというね、明確なゴールがあるので、身近な成功体験したい人はぜひスケッチしてみてください。意外とストレス解消にもなると思いますよ。1階部分も描けたので、最後に仕上げの影を描いていきます。今回は右から太陽の光が当たっていると考えて影を描きました。実際の写真をよく見ると左から光が当たっているんですけども、ちょっとね描きやすさを考えて今回は逆にして、右から光が当たっているようにしました。これもねスケッチのいいところで、自分なりにアレンジできるところですね。このスケッチのいいところ、写真とかだとどうしてもアレンジするのは難しいというか、そのままのしかパシャって撮れないんですけども、スケッチだと描きたくない建物を描かずにとか、あと今回みたいに影を反対にしたりで、またねつけたいものを簡単につけることができますので、この点はマジでスケッチの優位点です。はい、2つ目の建物も完成です。いかがでしたでしょうか。今回は2つの建物を描いてみました。ぜひね皆さんもこの動画を繰り返し見て描いてくださいね。それでは次の動画でまたね。